FM Osaka 85.1. 母ちゃん、あんた踊らなかい。FM Osaka 1月30日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねでーす。イェーイ。ということで、復帰しましたー。はい、毎週ね、ラジオはやらせてもらってるんですけれどもね、収録自体は、3週間ぶり？そんな久しぶりなんですよ。はい。というのもですね、私、あかねはですね、去年の9月に、前十字靭帯といって、右膝のね、靭帯を切っちゃったわけですよ、ダンス中に。はい。前十字靭帯をね、主に切るのは、よくサッカー選手だったりとかね、スポーツ選手では、そうですね、サッカー選手に多い怪我だったりするんですけども、ダンサーも意外に多いんですよ。はい。で、私も、やってしまいました。人生初の大怪我ということで。で、これを、ちょっと自分の仕事のスケジュールとかもありまして、手術入院するのに、最短でも短くても2週間は入院しないといけないということだったので、この1月にね、はい、手術してまいりまして、この収録の、はい、昨日ですね、はい、退院しました。イエーイ。はい。もう2週間も、入院ということでしたので、ちょっと心配はありました。みんなから、暇になるんじゃないかとか、暇だから大丈夫かとか言って、寂しいんじゃないかなんて言われておりましたがですね。仕事は、今時ね、リモートで何でもできる時代ですから、結構普通にやってました。仕事を。例えば、もちろん、ミーティングがあったりとかね、その、打ち合わせでしょ？それからその、ライブについてのミーティングがあったりとか、ミーティングオンパレードだったんですよ。で、あと他には、そうですね、振り付けもしましたよ。はい。私、個室をずっと願っておりましたが、はい、個室に入りました。で、個室で、広いんですよ。広くて、で、たまにアバンギャルディのね、メンバーとかも、見舞いというかほぼちょっと半分仕事みたいな感じで、ちょっと振り付けチェックさせてくれ、みたいなことで来てくれたりしてたんですけど、ちょっといろいろ追われてる振り付けがあったので、そこをちょっと手助けしに行ってもらいに、部屋とかでもちょっと軽く踊ってね、そんな激しいのしてないですけど、ちっちゃく静かにね、はい、踊ったりとかして、振り付けもしてましたし、で、肝心の足ね、膝は、だから、今は、それこそ曲げたり伸ばしたりは、やらないとね、リハビリとしてはやらないといけないが、ね、筋肉が動かないし、まずそもそも怪我したのもちょっとストレッチ不足というか、体がちょっとだんだん柔軟性がなくなってきたっていうのもあって、おそらく怪我したりとかもあるんで、やってなさすぎた。で、その9月から怪我して3ヶ月間も確かに右足をちょっとかばいながら生活してたっていうのもあって、ちょっと体がだいぶ硬くなってる状態での手術っていうのもあったんで、なかなかまだ、その手術してから2週間経ちましたけど、ちょっとまだ思うように動かないなっていう感じですけど、今は松葉杖をつきながら、はい、生活しております。で、2週間、ほんで、禁酒をするというか、禁酒っていうかそらそうでしょっていう話なんですけど、入院期間中はね、私の大好きなビールは飲めない状況にございます。そんなのは、本当に人生初めてだったんですよ。ね、お酒飲めるようになってから、ずっと、飲まない日ももちろんありますが、2週間も飲まないなんてことはなかったと思うので、初めてでしたけど、はい。昨日、だから退院してすぐに飲みに行ったんですけど、居酒屋行きてーってなって、確かもう2時とか3時ぐらいから、はい、ちょっと、昼飲みっていうのか何飲みっていうのかわかんないですけど、飲みに行きましたね。めちゃめちゃ美味しかった。
でもちょっと危ないのはやっぱその酔っ払いということですね。酔っ払って、バランスを崩して、だから家の中とか結構ほぼ片足立ちで生活したりしてるので、危ないよ。本当によろけて、酔っ払って、とか言って、また足が大きいとかなって、もう最悪よ。そんなんなったら。だから本当にこれは、ダメだなと思って、そういうことにならないように、ちょっと、これからもね、ちょっと飲みすぎには注意して、たしなむ程度に頑張っていこうとは思っております。はい。でも入院ね、すごい良かったですよ、私は。私的には。だってバランスを整ったお食事がね、用意していただいて、自分の生活リズムって基本的には、なんか、同じ、このサイクルで回ってなさすぎたんで、日々なんか、それこそ本番の日が、夜遅くまで仕事があるとか、リハーサルは夜遅くまであって、とか、朝早く撮影があってとか、なんか本当に自分の生活リズムってめちゃくちゃぐちゃぐちゃで毎日違うので、こんだけ毎日同じ時間に、ご飯が出てきて、それからバランスのいい食事いただけて、で、まあ早寝なんで、もう10時とかに消灯なんで、まあでも仕事してたんで、まあ個室だったから、そういうのも大丈夫だったんで、まあ夜更かしする日もありましたけど、必ず7時とかには朝ごはんが持ってきてくださって、起きないといけなくて薬を飲まないといけないから、そう、みたいなこともあって、生活リズムはちゃんと規則正しく、はい、生活できたっていうのも良かったです。はい、なんで良かったです。良かったですよ、本当なんか、もうあと2週間ぐらい入院してもいいなって思えるぐらい良かったです。はい。という感じでゆっくり過ごしてたので、ありがとうございます。はい。という感じで、まあ、そうですね。ちょっと自分の体もね、無理しないように頑張っていきます。あ、そうそう。で、入院期間中にね、励ましていただいたこともあって、安友のね、ともこさん、安代ともこさんのともこさんから、もうなんか過去に同じ怪我されたらしくて、それで、めっちゃなんか、ちょくちょくね、励ましのメッセージいただいてたんですよ。はい。あとね、チョコプラの長田さんもね、はい、ちょっと、いつも、そう仲良くしていただいてるんですけど、長田さんも今なんか足怪我されてて、だからどういう状況みたいなので、痛みってどのぐらいで収まりますかなんて言いながらね、ちょっといろいろ皆さんに励まされたんです。なんかみんな意外となんか足とかって怪我してるんやなと思って。そういう足の怪我の先輩方にいろいろ話聞いて、あ、そっかみたいな。痛み止めは早めに飲んどきやとか、痛くなる前に飲んどかなあかんねとか言って、教えていただいたりとか、そう、無理したらあかんよとか言って。でも真面目にリハビリしや、みたいなね。もうこういうことで、あ、そっかそっか、みたいな。で、まだまだ痛みは続くし、膝伸ばすの大変やけど頑張りや、みたいなね。とか、そういうやっぱ、いろいろ先輩方にアドバイスいただきながら、そっか、そうやんな、みたいな。焦ったらあかんよな、とか思いながら、ちょっと、はい、やってました。めっちゃ大感謝。だから皆さん、他にもね、なんかお友達とかもいろいろ、こういう怪我されたお友達が、いろいろ、やっぱり、こうやで、ああやでって教えてくれるのが、やっぱ良かったです。はい。だから自分も、だからまた、次誰か怪我した時はね、アドバイスできると思うので、はい。皆さんも怪我には注意してくださいね。はい。第一、健康第一。はい。怪我だけは注意してください。はい。ということで、じゃあ、ほんとね、まあ、2週間、まあ、お休みですよ、いただいたので、まあ、いろいろ、映画も見たね。映画やら、それこそ、レンリアとかも、レンリアめっちゃ見たよ。だから、見逃してたのが、オフラインラブと、で今、ボーイフレンドでしょんで、お一人島何お一人島やったっけ脱出やったっけなんか韓国のやつ。お一人島を見て、すごい、もう本当にめっちゃ充実してたし、映画も10本以上見たな。10本ぐらいは見たけど、結構暗い映画ばっかり見て、なんか、怖い映画めちゃ見た。めっちゃ怖かったんですけど、まあそういうのを見て、まあ楽しく過ごせましたね。で、あとね、まあとはいえ、自分の SNS とかもね、アバンギャルディの SNS も、やってたんですけど、いろいろアバンギャルディのメンバーね、ちょうど私が入院中にはね、海外とかに行って、いろいろ撮影とかしてくれたりしたので、そういうのをそのね、振り付けとかもね、入院する前直前にね、振り付けとかしてたんですよ。
だから、それが、バズるのをね、ちょっとこうベッドで見ながらね、うほうほしてて。で、ちょっとタイで今度またライブするんですよ。アジアツアーでタイ回らせてもらうんですけど。で、そのタイで、メンバーが撮影した、リール、TikTok が結構バズっていまして。はい。ちょっとじゃあ、その曲をね、話したいんだけど、マジでなんて書いてるかわかんないんですよ。これなんていう方の、なんていう曲なのかは、ちょっとごめんなさい。本当に、わからないです。すいません。ちょっとこれはだから、2012年に、出た曲で、まあ多分、この曲で踊って、多分タイの方は懐かしいとか、まあなんかそういうようなコメントがあったような感じですけど、そこら辺もちょっとよくわかんないですけど、結構バズったので、はい、ちょっとこの癖になる、糸巻き巻き、糸巻き巻き、弾いて、バイオリニスト。あやねです。お願いします。ありがとうございます。すごい。首かしげ。首かしげ。はい、どうぞ。はい。私、前回1月2日だったんですけど、その回ちょっと一発ギャグなかったんで、ちょっとそれ引っ張ってきました。いきまーす。ハッピーニューイヤーン。ほらもう。ほやでーす。お願いします。さあ、あかんやろ。ニューイヤーもとっくに終わってるから。でも1月なんでギリセーフかなっていう。確かにギリまで1月なんで。はいギリギリすぎるね。はい。滑り込みできてちょっと滑り込みですけれども。はい、ということで、はいお二人でお届けします。すいません、私足がね、はい。やっぱちょっと痛みますわ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なんか嬉しい、そうですね、なんか曲げたり、伸ばしたりが、急にやると痛いです。やっぱ。じゃなかったら痛くないですか？徐々にね、伸ばしていく、じわじわじわってやっていったら、まあ、へー。でも、あやねさんね、一回はい私のえお見舞い。 2回言ってます。2回言ってます、私。実は。 2回来てくれたんだ。はい。お見舞いっていうか、なんていうか、お見舞いですよ。いいですか？お見舞いですよ。お見舞いというお見舞い仕事の呼び出しにできますけどね。はい。ありがとうございました。ありがとうございますそう、はいだからその時、そう、あやねが、そう、その時に比べたら足上がるようになってるって。そうなんですよ。最初に行った時はもうまだ足がまっすぐの状態で固定されてるはい状態はいはいで。はい。で、次行ったら足下ろして、曲げました、はじめまして、みたいなうん。状態で、そう、でもずっと車椅子ね、そうなんですよそうして上がらへんって言ってて、足が。そう、膝をこう上げるのが、なんか、感覚が、これ普段人間ってさ、普通にやってる行動ってさ、はい。どこに力が入っててそこを上げれてるとかって分からへんやん。だから、なんか足が、上げたんやでって気持ちはあんのに、どうやってこれって上げてたっけみたいな感じで。だって見たことないあかねさんいましたもん。どうやったらいいか分からへんで足上がってみたいな。どこに力入れたらいいか分からへん。曲げ伸ばしとかじゃなくて、足上げるところが。上げるのが結構難しかったって。こうやって上げる、こう膝をこのまま座りながら上げるっていう行動が、ちょっとやっぱ難しかったんで、だから今日来てびっくりしました。そう、まあ、上がるし、もうね、まあ軽くやっぱ体重は乗せないと、もう歩けないっていうので、ただちょっとやっぱ膝をね、しっかり伸ばすっていうのがすごい大事らしいですよ、歩くとき。今膝まっすぐ伸びきれてないんで、私。寝るときとかもこう、ガニ股でこう寝てるというか、ダメなんや。ダメでか、ほんま伸ばさなあかんねんけど、痛くて伸ばされへんっていうのがありますけど、今も9万円もする器具をね、はい。で、これはまあちょっと怪我した後直後にもうすぐ買ったアイテムなんですけど、これね、この9万円するんですよ、この器具。すごいですね。高い9万円もするこの器具を、つけてたら、スポーツ選手とかも、この前十字切れてたらオリンピックとか出れるんやって。意味わかる？そんなんやねん。そんな点代わりになるって。そう。マシンなんですそうよ。こいつがあったら、オリンピック怪我してても出れましたとか言って。そういうものなんで、ちょっとこいつに頼りながらちょっとまだ当分。信じられへん。あんま信じられへん。でもね、私これが今痛いって言ってるやん。もう半年後したら踊れるようになるんやって。でも半年かかるんですね。逆やろ。こんな痛いのにと思うで、今。こんな痛いのに半年経ったら治ってんの踊れんのみたいな。でもちょっとあからさんの痛さが、
ちょっとわからへん。なんていうかずっと筋肉痛の状態っていうか、そういう痛さ突っなんですか？張ってるというか、なんか膝は突っ張ってて、それ以外の部分はなんか硬直してる筋肉がっていう感じ。だからどうにかしてよって感じ。かわいそう。はい、でもまあ、なんとかね、はい。退院したんで、はい。徐々にね、みんなに頼りながら頑張っていきたいと思います。そう1月、はい、もう終わりなんですけれども、なんじゃかんじゃでね、はい。 1月入ってからいろいろイベントとかもはい。あったり、ありましたね。ありましたね。てかなんか、そうや、私は入院中に、そう、なんかタイ行ってたよね。はい。そう、なんかそれを話聞きたいなと思って。どうタイやった私タイ行ったことないんですよ。そうなんですか？私もでも、アバンギャルディとしてもうん、初タイうんうんうん。私もです。でした。人生としても初タイ。はい。どうなんですかタイ。楽しかっタイはどんなあかねガチなのさん絶対タイ好きです。思わへん。派手た。派派手やし、派手やし、空気感が絶対好きです。ガチマレーシア好きでしょ？大好き絶よ。対好きですよ。手。確もうかにだから。行かないと、なんか、建物とかあるんです建か物は、でも、マレーシアほどビルっていう感じではなくない。て都、会とかはしてない。なんか、屋台とかあったりとか、もう、バイクだらけ、車バイだらけ。クだらけ。トゥクトゥクとかもあるんですかありました、乗りまし。た。乗ったはい。乗りました。どんなんどどんなんなんか、容赦なくぶっ飛ばすんですよ。早いってこめっとちゃ速い。えもうバイクで渋滞してるところにすごいスピードで突っ込んでいくから、事故らないんですけど、うんなんかこう、トゥクトゥクって自分の横に壁ないんですよ、車みたいな。はい。だからもう危ない。みたいな。すれるみたいな。手なんか出したら終わりやな。そんなの絶対ダメです。ギャーギャー言いながらね、メンバー結構乗ってましたけど。なんかさ、ソノがさ、はいYouTube で、はいはい。自分の Vlog みたいなの載せてて、で、なんかこの食べ物とか、いそれこそそのトゥクトゥクのお金とかを載せてたんよ。はい。何円みたいな。うん意外と高っと思ったんやけど。多分、トゥクトゥクが高いだけで、もうあれ多分、観光客用。客用。でもなんか、トゥクトゥクもなんか値切るとか言うやん。だからみんな値切ってやろネギった。値切ったんや。だからなんかそれは、そのめっちゃ高いなこれって言ったら、なんか他の人は、値切り甘いって言ってて、そもうちょっとうなんや。安くできるよみたいなこと言ってたから、そうなんや。そんな感じなんやと。なんかでも、こわもてのおっちゃん多いんで、ちょっとビビりながらですけど。確かに。なんて言うんプライスダウンみたいななんか、なんて100みたいな言われあるんですよ。なんか、2みたいな。っトゥーて言われて、いや、100みたいな。あワンとか言って。で、でどうなる感じバーンって言ったらどうなる私一回握りミスったんですけど、うん怖くてビビっちゃってやめて。あ、じゃあ、じゃあな、ねトゥーか、まあ、いいみたいな。、よみたいな感じでなっ乗ったたんですけど、けど、なんかうまくいったら、じゃあいいよ、みたいな感じで。すごい。握ってない。私、チャレンジできてないんですよ。あらま結局あ。あ、そうなんや。はい。いや、ちょっとなんか握るのが常識みたいなの聞いたから、値切りたい。そうなんやと思って、じゃあ私にはぴったりの街やなって。確かに。握り上手。絶対いいですよ。はい。握りはい大好きなんで。てかもうほんま来週の話なんか。そうですね。来週はジャパンエキスポタイランドっていうのがあって、そこにも出るし、はい。で、その、海外公演のアジアツアーも、3月にあるんですけど、それ3月9日が。はいで、。この日も、タイバンコクでまたライブするから、ちょっとアバンギャルディのファンの皆さんで海外も気合い入れていくぞみたいな方がいらっしゃったら、ね、それちょっとぜひ体感してほしいね。はい。食べ物も美味しいし、そうやって街も明るくてって、眠らない街って感じですかあ、でも、地域に、眠ってはいるでも、それは言っちゃった。ホテルの地域は眠ってましたけど。はい。そっかそっかそっか。その場所によるけど、眠りたくなかったら、眠らずにでもいけるよ、みたいな。行ける場所もあるんじゃないかってことですね。タイでさ、みんないろいろ撮影してたね、曲で踊ってくれたけど、それがまたバズりましたから、ありがとうござい今日はオープニングでもかけましたから。なんか、いいよね、タイの曲。ます。ね、なんかいいよ。なんか、インドっぽくっていうか、なんか癖になる感じはちょっとなんか、から離れへん。何を言ってるのかはさっぱりわからないが、
なんかいいメロディーが多いですよね。なんか病みつきになる曲があるので、ちょっとその辺もね、またトライしていきましょう。はい。ここで一曲いきましょうか。はい。じゃあ、どっち？じゃあ、あやみさんからお願いします。私は最近、はい。めっちゃ、今って感じなんですけど、はい。ブラッシュアップライフを、ああ、懐かしい。そうなんですよ。マジで何してたの？いや、ほんまにちょっと、そんなやつおるんかよ。いや、ちょっとそれは、もうなんか、1話見そびれたらドラマ見いやーわかるわかるっていう、ないあれあるじゃないですか。それで、ライフはマジでなんかそれ。乗り遅れて、遅れすぎやろ。で、乗り遅れ切ったんで、もうそろそろ見てもいいかなと思って、見始めてるんですけど、はい、いいよね。でもまだ全然途中なんですけど、はい2話で出てきたはい。曲がもう頭から離れなくなったので、なんでしょ今日はそれをかけたいんですけど、牧原紀之さんう。のはい。僕が一番欲しかったものです。はー、名曲でございます。これは、やっぱあれですか？耳から離れない。離れない。もう、ずっとリピート。 FM 大阪あかねクラブ。今日のオンカッパトークは、おやさんと姉です。はい。お願いします。はい。ということでですね。はい今月から始まりました。はい。新しい企画を今からやっていきたいと思います。はい。あやねさんは初めてですね。初めてです。はい。毎週ですね、アバンギャルディのメンバーが変わる変わる登場しているこのアバンギャルディのおかっぱトークなんでございますけれども、今月から、まあその新企画ということで、おかっぱ即興劇はい。こちらをやっております。はい。そうですね、今年はいろいろと挑戦が待っていることで、はい。はい、演技力も必要な場面も訪れるかもしれません。はい。なんで、まあその準備ということでね。準備。準備として、はい。はい、毎週テーマに沿ったラジオ即興劇はい。の出演メンバーで演じてもらいたいと思います。はい。でこれね、まあ、4回やりました、今月ね。はいまあ、月ごとにと思ってたんですけど、まあ4回やっちゃったんで、で、親さんはちょっともうね、そうです。経験済みっていうか、はいして、もう今日からお題を変えます。また新作でや。そうなんです。で、これ、リスナーの皆さんに、はい。ちょっと、その、テーマや。を募集したんですよね。はい。で、はいはい、なんでもう1回目、うわ。リスナーが考えたテーマで演技していただきますよ。じゃあ行きますね。どういうテーマかということで。はい、横浜市花野さんからいただいた即興劇でございます。はいそれでは行きますよ。タイトル。電車の中で電車の中で。熟睡する人とキャリーケース。あ、いいですね。キャリーケース。ハリーケース。なんかちょっと想像できるんじゃないですか、はいさあ行きますよ。メンバーの2人が電車に乗ると、向かいのシートで女の人が爆睡しています。おー。気持ちよさそうに寝てるねとか言って観察していると、その人のキャリーケースが手元を離れてコロ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 とあ電車の中を移動してしまいました。はい。慌ててメンバーが取りに行って元の場所へ戻しますが、持ち主の人は居眠りを続けています。何度もキャリーケースがコロコロと転がって隣の車両まで行ってしまいます。今でメンバーは何度も取りに行きますが、持ち主が全く起きてくれないので、だんだんイラついていきます。続きは演者さんが考えてくださいということです。それでは行きますよ。イラついたところからスタートですか？いやいやいや。初めからスタートです。初めからそれは。演じたらいいんじゃないそう。で、ラジオ即興劇っていうこともありますが、こう耳でしか皆さん聞いてないんで、はい。いくらね、あなたたちが、まあ、ダンスを踊れて、はそういうパフォーマンスが得意か知らないですけど、はい。ちゃんと、聞いてるね、皆さんに、状況だとか、はい。そういったものまでちょっと説明しながらやっていってもらえたらと思います。それでは、おかっぱ即興劇、よーい、アクション前の人寝てんなめっちゃ気持ちよさそうじゃない？めっちゃキャリーでかくない？どっか行くんどっかかな？海外でも行くんか。来たんかな？確かに疲れて出てるんかなあ、な。めっちゃ、ちょっと待って、転がっていいあ、キャリー転がっていってるよな。取りに行った方がいい。取りに行こうか。取りに行こうか私取りに行ってくる。ありがとうございます。ああ、なんかめっちゃ重いんやけど、このキャリー。早く戻してあげて。とりあえず置いといたらいい起きへんかな？起こなあ、ちょすっ。と、でもさ、起こすのかわいそうじゃない？めっちゃわかるもん、めっちゃやね。わかるもん。でもな、待って、
あー、やばいやばい。あー、壁ぶつかった。ちょっとお姉ちゃん取ってきて行きます行きます。ほんまや、めっちゃ重い。よな。めっちゃ重い。じゃ重いよな。これでも起こさな、また転がるんじゃんで。もかわいそうやで。一旦よす。あー、めっちゃ遠いって。もうよ、お前。お前、それ起こすなんかもうだって、的な、だんだん。行くのおかしない私らが取りに行ってるのおかしいって。ラストチャンスラストチャンス。ラストチャンス。これで、どうするこれで起きひんかったらもう、うん叩き起こす。叩き起こすうん。叩いてくれるうんオッケー、わかった。起きひんな。起きひんな。起きひんな。あいちゃん。何これめっちゃむずくない影やん。じゃあ、だからその先を、ちょっと考えて、どうなったんやろ、それ。もう、ご想像にお任せ。ちょっとでも、まあ。うん。まあね、初めてですから、今回このテーマね。の割にはうまくいったんではないですか？言ってないんですいや、うまくいきましたよね。が一番知りたかったのに。いや、いや、もう初回なんで。想像力あ、やばい、を上向いて立てようの。ちょっと、はい。 D が上向いて、ちゃうかったみたいな反応してますけど、ちょっと、むずかった。いや、まあ、どうかわかんないですけど、まあ、なんか、ぐーとか言ってね、でかい指書いてね、いらっしゃいましたけど、その後、彼女はどうなったのか、みたいなとこでね、じゃあ来週の人が繋いでくれるんですよね。はい。ということで、じゃあ、点数は、ちょっと、そうですね。なんか、続きが気になりすぎたので、はい。 60点。おーまあ初回にしては。はいだから、これごめん。点ですから。あとさ、これ3週間ぶりのさ、収録やからさ、もともと何点つけてたかは全然覚えてないですよ。私の時も、前回初回でしたけど、そんなもんだと思います。 60だった。はい基礎点みたいな。初回の点数大体ね。ちょっと、おもんない点数ではあるよな。高いか低いんかって中途半端だから。まあでも、ここからのメンバーがどう4週ありますから、あとねそう。ですね。まあちょっと、どんなもんかどうなるんかということで、はい。まあなんで、ちょっと花野さんのね、テーマはすごい良かったんじゃないかなと思います。難しかった。そうですけどね。難しいけど、なんか、あるやん。このコロコロコロっていうの見たことあるくないやったこともあります。ああ言うて。ありますあるよねは。いだからまあちょっとその、はい、みんなが想像できるテーマっていうことでね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ、おやすさん、次、曲お願いします。私の定番の定番ドラマ主題歌はい。ソングというか、何を見たのドラマ主題歌ですね。うん。今回は、はいラストフレンズを何やったっけ、それ。見ました。何それ長澤まさみさんのちょっと過激なドラマ。そうです。過激なやつ。はいはい。うわ、懐かしい。うわ。で、それを、嫌なやつや、嫌なドラマ。懐かしい。小さい時に多分見てたんですけそうやわど、な。なんかあんまりやから内容を理解できず、いや、なんか覚えてるわ、嫌やったドラマだっていうことだけは。まあ大人になった今見ると、ね、また、嫌でしょ、嫌なドラマだ。嫌なドラマですけど、嫌なドラマやったわ。面白いなとはい。思いまして。あ、じゃあ、ってことはあの人やな。あの曲やな。はい。宇多田ヒカルさんで、プリズナーブラブ。じゃあ、この歌聞くだけで思い出すもん。嫌だったなってことは。イントロで、もうこれが流れたらもう、あーってなる。やだやだってなる感じの曲、怖いんですよ。怖いですね。はい、おかっぱトークなんでございますけど、改めてじゃあ告知お願いします。はい。2月6日金曜日から2月8日日曜日にタイ・バンコクにて開催されるジャパンエキスポタイランド2026ザ・ビゲスト・オール・ジャパン・イベント・イン・アジアにはい。出演します。おー、ね、これだからいろんな日本のアーティストさんも出ますし、はい。ちょっとね、タイの皆さんとも交流ができる、はい。ねちょっとエキスポみたいな感じ、楽しみな、はい、イベントでございます。はい。
はい、そして2月もう一個あるね。2月19日木曜日、ザ・ナイトテンポショー2026はい。が開催されます。東京でありますね、これは。はい。はい、渋谷のオイスト。オーイスト。はい。これまた、お世話になっております、ナイトテンポさお世話になってまん。す。はい。の、コラボ曲のワッとパフォーマンスさせていただきます。それはわからないですよ。あ、わかんないですか？そんなことあります？絶まさかの、対やるでしょ。そんなことないですよ。やりますいやいや、わかんないですよ、それは。そんな。でもわかんなくないですか、そんな。いいね。いや、でも、そんなことあります？まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、そこかんないはどういうあれかわかんないですけど、確かに。はいちょっと待って。はい。なんで、ちょっとまあ、はい他にも超豪華ゲストもいらっしゃいます。ごまきさんもね、はい。出てくださったりはい。する。出てくださるの違うの目線。あかねさん主催みたいな。全然違うけど、はい、あったりするので、ちょっと皆さん、来て。お願いします。ほんでこれですよ、再来月かも。再来月っていうか、もう来月みたいなもんや来月ですね。けど、これですよ。はい、どうぞ。海外公演アジアツアー2026レッツグルーブ開催決定してます。はい。 3月9日にはタイのバンコクで、はい、ここね、はいバンコク。はい11日、12日にはシンガポール、15日、16日には香港でうわ公演さ、せていただきます。はい1週間で3カ国も回るわけですね。すごいですね。すごいよ盛りだくさん。で、5公演するんだ、1週間で。はい。すげえな。やば香港公演うん。の際に、うん。アバディツアーというファンの方とほい。一緒に回ろうみたいな。海外行ったことないんですけど、ライブは行きたいんですけど、みたいな人も、このツアーを組んでもらっているので、ちょっとい。行きやすいん行きやすくなるのではないかという。集合さえしてしまえばそうです。言ってくれます。確かに確かに。はい。海外公演な、ちょっとハードル高いなっていう方も、ちょっと行けるし、周りもね、日本のファンの人いっぱいいるんで、みんなでなんか楽しめるようなツアーになってると思います。はい。はい。なので皆さんぜひちょっとそちらもチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、もうこれアジアツアーっていうかもうこれね、この3カ国意外と近いですから。ね。ちょっと海外ツアーも始まりますから、はい。ちょっと皆さん楽しみにしておいてください。ぜひぜひ来てください。で、日本では、5月からね、はい。ライブツアー2026開催します。そうなんです。で大阪は、いつ5月23日土曜日。早いな、もありがとうございまう。す。だからちょっと本当に皆さん、ほら、ぜひ見に来てほしいなと思います。来月からも楽しんでいきましょう。はい。はい、ということで、本日のおかっぱトークは以上でございます。はい。はい、じゃあ、以上ということで、最後、別れに曲なんかありますか？アバンギャルディ×ナイトテンポさんで、ワークイットです。ということで、今週のおかっぱトークは、おやすさんと